どうも料理です。お願いします。西名作ってくださる。西名作らせてください。醤油が入るから。あ、うまいっすね。愛情を込めて泣きの魔法全国へ届ける魚お魚さんに感謝をして今日は何の日かなさあ今日はスペシャルゲストがお見えでございます。こちらリュウジさん。どうも料理です。お願いします。お願いします。さらに大将とみすずちゃんも一緒に来てくれました。ありがとう。先月桑田さんのバースデーでお会いして、その時にね魚がもっと食べてもらえるようにどうにかしてくれっていうのを私たちめちゃくちゃリュウジさんに熱い話を、熱く絡んでしていただきましてこんなに熱い方たちだった私感銘を受けましてその日喋ったの多分お二人だけです。ほとんどお二人とお魚をどうやってやれば家庭料理にもっともっと使ってくれるのかっていうのを熱く、そんなにお二人熱い方だったんだって知らなかったもので、ぜひ今度行かせてくださいと。リュウジさんのお話聞いてて、はい、生産者の人とか職人さんとか、その魚屋さんとかへのリスペクトがめちゃくちゃ、リスペクトはものすごくあるんですけども、僕のチャンネルでどこまでやったらいいかっていうのがあったんですけども、今回、僕のチャンネルではね森さんのお魚を選ばせていただいて、料理をするっていうようなのを僕と大将で1本ずつ動画を撮らせていただいて、すごい大豪華、コラボさせていただきました。魚レシピが大放出でね、今回本当はなんか僕のチャンネルだけみたいな話だったんですけども、いや申し訳ないと思ってもう出させてくださいと。ありがとうございます。軽くお料理を作らせていただこう。嬉しい。今日はリュウジさんの魚レシピ、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日スペシャルゲストが参ります。そのための仕入れをね、今回の方は一般の家庭で手に入りやすい魚っていうのが多分仕入れ条件になると思うから、その辺を意識して買っています。ゲット。ちょっと小ぶりだけど、イワシ今年結構ね大きいの来るから、イワシは大衆魚の代表だからね、選んでもらえるかな。何を選ぶんだろう、楽しみ。いろんな魚ありますから、どうぞ。じゃあこれ持ってかないとね。いらっしゃい。いらっしゃいませ。違うの？いらっしゃいませ。それさっきやればよかったですね。どんと言ってください。どんと言ってください。愛知のわかめがあったので、ちょっとわかめもちょっとやらせていただこうかな。愛知有名なんですよ、わかめ。肉厚で美味しくて、スーパーでね割と買えると思うんで、皆さんも。たまに売ってますね。僕的な美味しいバター炒め。生わかめ買ってきてねって僕のチャンネルなかなか言えないので。そっかね。これ見よがしにこういうのを使っていただいて。いや、魚の森さんチャンネル大歓迎ですから。もう一つは冷凍の赤魚。昔ねお店で使ってたんですよ。洋食でよく使う。洋食は赤魚結構使います。ただだいたい揚げ物とかだったんで、今回はパスタを西名作ってくださる。西名作らせてください。贅沢。よろしくお願いします。僕の場合は軽く刻んでバターとパパつゆ使うとめちゃめちゃ簡単にうまくなる。味が決まりそう。さっき見えたんで使っちゃおうかな。ああ、そういうこと？そうやって思いつきでいろいろ試してみるんですね。もう全部僕アドリブなので、基本的には湯がいてももちろんいいんですけども、そのまま炒めても全然美味しいと思うんでやらせていただいて、本当にこんな感じで食べやすい大きさに切るぐらいで大丈夫です。炒めるんだ、わかめ。炒めるのがね結構うまいんですよ。いいですよ。茎の部分がかなりあるんで。これが生わかめのねいいところでね、茎いやまで。今の時期だから余計にね、魚屋としては今食べていただきたい。こんなもうざっくり火つけます。普通の四つ葉バターですね。名古屋では有名なの？四つ葉って。いや見たことない。どこでも売ってますよ。あ、そうなんだ。はい。四つ葉ババター。ターです。あ、そうなんだ。あ、そうか。割と入れちゃっていいですね。なるほど。まあ25グラムぐらいですかね。はい。もう溶けてきたらもう入れちゃって大丈夫です。綺麗。もヤングだから。箸売りますか？確かに。
はいはい。8。生わかめこれがいいよね、色が。そうですね。色がもうすぐ出てくるっていうのが非常に。初めて香る香りでわかめとバターの。バターがねすごく美味しいんですよ。これね、結構塩味あったわ。あ、本当あるよね。ちょっと塩味あるんだ。スープにしてもいい。あ、大丈急遽。わかめバタースープ？こういうとこがいいよいやね。天才。こういう発想が。だってそれはうまみだからさ。夫。なんかこんなアレンジ聞くのすごくない？すべて台本通りだから。あのね全然ないんですよ。あとはね味付けそばつゆだけでいいと思うんで。スタースプーンがなんかあれば。社すみません。こんなんで長気が利けますね。あります。私の時と全然違いますそ。りゃそうですよ。めちゃめちゃうまいですわ。わかめとねバターでめちゃめちゃ相性いいんで。知らなかった、魚屋人生で。ここにそばつゆと胡椒かなんかが。これなんですかこれ胡椒です。あ、びっくりした。結構たっぷり。いっ結構入っちゃって大丈夫です。そばつゆをそうみなんで強いんであなるほど大さじ1半。ぱい半ぐらい。じゃあ関係ない。かかってくれ。抜群にうまいですね。そんな一発で味決まる？抜群にうまいです。ほぼほぼわかめなんですけど、ちょっとだけめんつゆの出汁が加わるとうまいです。これ誰でもできるじゃん。確かにこれ。誰でもできますね。じゃあこれが一品です。はいあ早い。あ。しかも変化球急に変わったからね。急に。わかめのバタースープですね。よいしょわかはい。めのバタースープ完成。森さんのチャンネルと僕はパスタにしようと思って。そうだね。赤うご。赤うごです。割と使いやすかったりするんですねよ。そうですね。でちょっとこれ中に入りきらないんで。はい。これぐらいでやっていけば結構早く溶けますよね。冷凍の魚って結構時間かかったりするな。でドリップがディー出ちゃって出ますねね旨味まで出ちゃうんで、これだとね意外と細いっていうかもうできるのじゃあで。本当になんか数分つけてあ出してそう冷蔵庫からそうですそういうことそういうこと雪を溶かす時に塩まくようなもんでね、溶けるスピード速いですね。こんな感じでもうこれでもう溶けますよこれ。結構皮がもうってねなってますねもうね。もう十分。ちょっと触ってください。もうかなり。もうかなり早いもう使えます。もう使えますこれも使えるもう使えますこれ。ぬるま湯と塩で解凍ですね。作ったらしいね。牛肉に使わせていただきます。ジェネリックにありがとうございます。そんなあったの？ありました。卵黄でウニを作るっていう。本当。で作ったって言うんで。本当ですか。うんありがとうございます。美味しかったです。ニンニクをねちょっと切っていきます。はい生のニンニクのがいいんですか？生のニンニクのがいいですけども、おろしニンニクとかでも全然大丈夫です。軽くスライスしていただいて。すごい包丁さばき。いやもう確かに全然どんな包丁でもやっぱりやるそうねすごい。道具は選ばないですね。あんまり切れるもんだとか言うと、うちの包丁は100均のですって言われるんで、じゃあ100均のでもできるようにしようかみたいな感じですね。すごい。はい今回はねアスパラを半分使って、はい菜の花も使いますか。アスパラはここだけあすんごい硬いんで。なるほどね。やっぱそういうちょっとしたことをやると全然味変わります。そうです。ちょっと硬いですねここはね。さすがにね。雑にやらずにこういうとこは丁寧に。菜の花も。あれだ。あれだね。茎の方はちょっとでかいのは半分ぐらいに。なるほどね。なるほど。ね火が通るよう半な。分2等分でいいです。花の部分はこれぐらい大きくてもフォークで食べると思うんで、フォーク箸とか食べると思うんで掴みやすいようにします。嬉しいね、これゴロっとしてるの。はい確かに。まずねニンニクですね。ニンニク入れますはいニン。ニク入れます。はいオリーブオイル。オリーブオイル。はい。あ、いい匂い。これだけでも美味しそう。赤を皮の部分もしっかりついてるもんなんで、皮の部分からニンニクと一緒にちょっと炒めて。やっぱり皮目から焼いてくれる。なるほど焼きますね。さすがはい。細かく切る必要ないです。後で崩れるんで。皮目から入れるのめっちゃ大事だからね。だって皮はきれいにね。なるほどそうなんですよ。強火でずっとやってるんですか？基本強めの中火ぐらい。辛くしてもああいい美味ですね。しいので、少しだけうわ、間違いないわこれ。やば。 2つまみぐらい入れます。はい。皮こびりつくじゃないですか。うんうん何にも気にしないでください。へーはい。これが旨味になりますから。後で水分が入るとこの皮っていうのは全部ソースで溶け込むんですよ。はい今回はトマトソースでいきたいなっていうので、へーはいオーガニックのホールトマト。赤青とトマトの相性がね。非常に合います。ゴロッと赤青が残ってても美味しいし、うん砕けてあソースに溶け込んでる感じでも美味しいです。見てください。皮の部分こうやってこそ確かに取れる。水分でこそいでいくとう皮が全部トマトソースに吸収されるんですよ。赤青って焼き魚とかに慣れてる方だと好き嫌いが出る魚でもあるかなと思うんで、トマトソースとかに溶かし込んであげると食べやすいんですよね。砂糖なんですけど本来は玉ねぎ入れるんですよ。玉ねぎの代わりの砂糖なんですよ。玉ねぎって甘み出しなんですよ。なるほど。酸っぱ
いいんですよね。あートマト缶なるだけだと。これ入れると時短になるんで。めちゃくちゃいいそれ。めちゃくちゃいいんですよ。玉ねぎのみじん切りしなくていいんですよ。甘みが出ることによって旨みが出るんで、赤魚はこの状態で、ほら今切ってないんですけども、崩れた。ほろっと崩れるんですね。崩し方はお好みですけども、ほろっとその方がええね、美味しそうだよね。うまそう。ほろっとあるぐらいがいいかなと。ほど。いやーなんかすげえうまそ身がゴロゴロで。あ、これね、最高です。最高なんで出ましたこんなさ、完璧に味のバランスが取れるんだろう。すごい。やっぱすごいね。パスタ茹でていきます。ガロファロって言って、ブロンズライスのパスタなんですよ。なんだって全然わかんない。全然わかんない。なんだって要は表面触ってみてください。ザラついてるんですよね。表面がこのザラつきがトマトソースとめっちゃ一緒で、絡むんだソースをめっちゃ吸ってくれるんそうで、いうことだ。この量だと一つかみ1% ぐらいの、はい、お吸い物ぐらいですね。の塩入れてください。パスタ入れていきます。ちょっと特殊なやつですけど、はい、5分で、これ9分茹でなんですよ。まだこれ火通してないの分かりますよね。パスタと一緒に茹でるのが一番いいです。焼き上げる2分前に野菜を投入するような形ですね。茹で汁をこれ少しこちらに入れて煮込んでいくような感ああそういうこと。赤魚ってこんな立派に化けるんですね。じ。養殖のが向いてると思います。他の素材と総合力で勝負するものが多いので。いろんな魚が赤魚って呼ばれる。あそうなんですか。ハブ系ああなるほどだと思い。ます。骨入ってないし家族で食べれるよこね。れ離乳食とか老人ホームなんか結構これそう給食センターとかホテルとかへの納品すごい多いんですよ。家庭がこれをうまく使えるようになったらめちゃくちゃ便利だです確かにから安いからこういう料理でやれるんやったらなるほどそれ買いますよ。冷凍保存しとけれるし骨もないし。ご家庭だと冷凍庫に忍ばせておいて、さっき教えていただいたやり方で解凍していただければ、パスタとかの具材にはもうもってこいです。めちゃめちゃ美味しくなってると思う。これでトマトとめちゃくちゃ相性いいってことははい何でもいけるよね。あと確かにそうあと玉ねぎ切なくていいんで、ああそっあとはかこれで。あとはアスパラとか菜の花も別になければないんで、うんこれだけで結構うまいです。美味しいと思う。そしたら、はいお野菜なんですけども、あお野菜タイムはい、お野菜もおもろい。はいこっちにおねもろい。ちょっと入れていきたいと思います。仕上がった時に全部一緒にねねあえる必要ないから。そうなんそうなんです。いいな簡単でこれや。っていいって言われたらなんかすごい嬉しい。むしろこっちの方が鮮やかに仕上がって美味しく見えます。あゆうじさんこういうのを言ってくれるからすごい料理のハードルが下そうがる。これで2分で合計7分ぐらいで揚げて、そうするとめっちゃ硬いんですよ。茹で汁を入れたらこっちで煮てなるほど調整して、なるほど。葉も茎も一緒に入れちゃったんですけども、ちょっとくたっとした葉もそれはそれで美味しいんで、ザーッとでこれを入れんだ。ここにわしゃーっと入れて、絶対美味しい。はい入れてください。あーすごいかっこいい。こんな感じですごい生で初めて見た。生返しね。生返し見れた。これでも美味しいんですけど、うん。軽くそば汁入れた方がいい。そばつゆってやっぱ万能だね。でも入れすぎないでください。支配されちゃうんで。そうだね。ちょっとだけです。日本人好みのパスタになる。醤油が入るから。甘いですね。あと軽くお塩が。お塩。あと一つまみぐらいですね。はい。好きな味加減に最後塩でそうですね整えて完はい重要です成。ゆうじさんさっきからあるものでね全部手早くやってくれるか確ら。そう僕は即興料理が一番得意なんで。すごいビジュがいいですね。ねビジュいいめっちゃいい。でオリーブを。オリーブオイルってやっぱたっぷりが美味しいんだこれはな。美味しいわ。そうですね。じゃあこちらで、はいよいしょ赤魚と菜の花和風アラビアータかな。和風アラビアータはい休館日だ。休館日ありがとうございます。あざっす。よかったらパスタからあー行きましょう行きましょう。早速。茹で加減がいいと思いますんで。早いただき速ますはい。赤魚のパスタね。赤赤魚まあちょっと赤魚からいってみよう。これこれだ。いただきます。うわうんうわ麺がねいちょい麺いいなんで顔。いいかちょうどみすーちゃんめっちゃいい顔してる。麺に味が入ってる。最後やっぱ戻すのが大事なんですね。最後戻してちょっとだけ煮る。あとはもうここで撮影してる間にも中入ってくるんで。お店の味。ねお店を越してる。ねえ。うん赤魚のなんか食感のアクセンいやいいトと皮の味がすごいね、馴染んでて美味しい。肉でもうまいですけど、うん
やっぱり魚だね多分。魚の方がうまいかなこれ。いや魚だから本当こんだけ味が出るかもしれない。うんああ、そうですね。うん。パスタはちょっとざらつきのあるあちょっとだけ太めのやつの方が絶対合いますねこれね。このスープもやばいわ、これ。スープ多分ちょうどいい塩梅になってする。べてみんなちょうどいい。これパスタと合わせるように。これやばいな。これ本当だ。わかめがでもうまいっすね。うん。はいわかめね。うん。でもパス全然ないよタパスタと合いますあよ。ちょうどいい。生わかめならではのですね食感だね。日本はさ、美味しい四季ちょっととりどりの面白いな。旬物があるからね。今日上手に一般の人たちに売るわけじゃないですか。はいはいどうにかしてこうみんなに分かってもらいたい。その料理のやり方をリュウさんに教えてもらって、わかめでもこうなるわけでしょ。いや、そうですね。こういう提案が必要なんじゃない社そう長やっぱさ。だからそういうことです。口頭で説明しててもなかなかそうですよね。伝わらないんですよ。うん実際のものを見せてはいはい。やり方も伝授できればみんな作ってくれる。確かに刺身で食えとかそういうだけじゃダメだね。うんむしろお刺身で食べるとかうんさばき方とかもそんな勉強してこなかったので、あーこういうような食べ方の提案の方あーなるが得意だったりするんですけども。普通の人は魚さばけないし、そう包丁ないしっていう。切ってあるアラとかそういったものから最初は入ってもらそうって、だね。自分でやりたいなって思ってくれた方がステップアップしていっていただくと、もっともっと食べてもらえると思うんですよね。家で魚が出るって僕の子供の頃当たり前だったんですけど、いや、そうなんですねそうですよ。今の家庭って多分宝そんな出てないです確かにいやそう美味しいものだっていうのを広めてハードルもそんな高くないもんなんよっていうのをそう僕のチャンネルであったりといか堀さんのチャンネルであったりとかそういったところで、ちゃんと配信していくのが消費量につながるというか伝えることっていうのはいろんな媒体でできると思ってるので最近は僕も魚レシピ結構増やしてるああ、全部リツイートしてる。魚の消費量を増やしたいなって思いながらも、美味しい魚を仕入れて売るまでしかやってなかったから、そっかそっか。もうちょっとこのレシピとかをリュウさんの動画見て。そうですねなんか発信します美味しい食べ方であったりとか今回のパスタとか割と簡単にできたりするんであそういったこともこれから僕のチャンネルとかでもやれればなっていうふうに思います。ぜひお二人ともちょっとご協力を。いやこちらこそもうちょっと魚の未来はリュウジさんに一緒に背負っていただいて、そうですねはいいや頑張りましょう。うんはい。この辺魚です。はい。はい。魚に囲まれてますので。あそうですねはいもうでもわざわざありがとうございます。いやいやいやありがとうございました。ということで、リュウジさんのチャンネルさっきね言っていただいたようにお魚のアラのレシピとか目から鱗のねオンパレードでしたのでぜひ概要欄の方からリュウジさんのチャンネルチェックしてみてください。でコメントもしっかり残してきてくださいね。魚の森さんから来ましたとアピールしてくださいね。よろしくお願いします。ありがとうございます。ということでリュウジさんありがとうございどうもありがとうございましたました。みすちゃんもありがとうございまありがとうございました。何をやりばいいか。軽く映して森さんのチャンネルこれどうしますか。いいんですか。全然やりますよ。もうニヤニヤが止まらない。